こんにちは、斉藤直樹です。今回は株式会社ツアーボックスさんからのご提供で、こちらツアーボックスライトの紹介をしていきたいと思います。株式会社ツアーボックスさんは、創作に実用性と楽しさを提供する、創作をかっ飛ばせを合言葉に、創作を単なる仕事ではなく、生き生きと楽しくアップグレードさせるというビジョンを掲げている企業さんですね。お気づきの方も多いかもしれませんが、僕はいつもこのデバイスを使用していて、ほら、気まぐれ添削の時も、そばに置いてツアーボックスを操作しながらお絵描きしています。これね、もしかしたらお絵描き初心者の人には特にあんまりね、必要性が伝わってないかもしれませんが、僕前々から言っています。デジタルイラストを効率的に上達させたかったら、自分に合った片手デバイス、マジであった方がいい。その中でもツアーボックス、片手デバイスはね、持ち型と置き型ありますけど、特に置き型が好きな人にとってはね、超おすすめですから、最推しです。いや、これはっきり言って案件なんですけど、でも僕案件受ける前からツアーボックス押してるんで、そこははっきりとね、前置きしておきますよ。さあ、それでは僕がツアーボックスを押している理由について、詳しい理由を3つ紹介していきます。圧倒的な操作のしやすさ。まずはですね、ツアーボックスはネオ、エリート、ライトの3種類があるんですけど、今回おすすめするライトに限らず、すべてのデバイスについて共通して言えるツアーボックスのおすすめポイントについてお話をしていこうと思います。これがですね、実際にツアーボックスを僕が操作している映像です。ツアーボックスがね、なんでおすすめかって、もう身も蓋もない話をするんですけど、使って描いた方が早く描けるからなんですよ。見てください。この映像はツアーボックスを使わずにキーボード操作と絵を描いた時と、ツアーボックスを使って絵を描いた時の手の動きの比較です。キーボード操作をしている時の方が圧倒的に忙しく手を動かしているのがわかりますよね。対してツアーボックスを使っている時を見てみると、ほら、左手がほとんどツアーボックスに固定されていて、さっきよりもキーボードに行っていないのがお分かりいただけると思います。左手のキーボードとの往復操作、これが少ないだけでね、断然早く絵が描けることができるっていうわけなんです。でね、ツアーボックスのメリットもう一個あります。左手の往復操作が少なくなるっていうことは、その時の体勢の違いにも差が出てくるんですよ。こっちがキーボード操作をしている時の僕の姿勢、そしてこっちがツアーボックスを操作している時の僕の姿勢です。いかがでしょう？もうわかりますよね。そうです。ツアーボックス操作の方が圧倒的に姿勢がいい。キーボード操作はね、どうしても手を前にググッと伸ばすことが多いので、その分ね、猫背になりがちなんです。そうすると首とか肩にね、ずーっと力が入っちゃうので、肩こりはね、ストレートネックの原因になっちゃうんですよね。これがね、疲れる。ツアーボックスを使うとそれが改善するので、このね、ツアーボックスを使うっていうことは、健康面にとっても良いわけです。ただ、これを聞いても、やっぱりね、こう思う人もいると思うんですよ。キーボードよりは片手デバイスあった方がいいのは分かったけど、別にこのデバイスじゃなくてもよくねって。はい。わかります。確かにね、たくさんのデバイスがありますが、一部のボタンだけしか使わないデバイスっていうのも結構あると思うんですね。でもツアーボックスが優れているのは、どのボタンに対しても指が伸びやすいっていうことなんです。かなり感覚的に全てのボタンにアクセスできます。そのおかげで単一操作だけではなく、連続的な操作が本当にスムーズなんです。多くの片手デバイスもね、ショートカット機能は実装できますが、ほとんどが単一操作しかできないという問題があります。簡単に言うと、機能 A、機能 B、機能 C、機能 D を個別にできますが、A、B、C、D 連結するときは、そんなにスムーズではありません。でも、ツアーボックスは連続操作がスムーズ。例えばね、絵を描いていくときって、ほとんどが連続操作なんですよ。消しゴム、取り消し、回転、拡大、ドラッグ、拡大、そしてペンを選択して、縮小、反転、もう一回反転、竜のリセット、ペンの不透明度を変えて、そしてペンのサイズも変えて、はい書き出す。そんな風に。結構ね、多くの操作をもうパパーっとこなしたいことって、絵を描いているとあるんですが、ツアーボックスはね、ボタン配置が人間工学に基づいて考えられているので、一つの手でシームレスにスムーズにこなすことができちゃうんですよ。自分だけのデバイスにするカスタマイズ性。
そしてお待たせしました。ここからはツアーボックスライトの紹介ですね。今まではね、ネオとエリートの2種類だったんですが、今回新しくライトが追加されました。ライトのおすすめポイントは、まずは何と言っても他のモデルと比べて安いこと。ライトは2万円以下で購入することができます。値段がね、抑えられた分、ボタンの数が他のモデルに比べて減っているんですが、でもね、ただ単に利便性まで減ったわけじゃありません。これを見てください。ツアーボックスライトは任意の組み合わせの機能を自分でカスタマイズすることができます。ボタンそれぞれに機能を配置するのは当然ですね。はい、例えば、ここにスポイト、ここに画面スクロールの手のひらツール、ここにアンドゥ、ここにリドゥ、なんていう風にね。はい。大事なのはここからです。単一操作はこれだけなんですが、なんとダブルクリックとか、あとは複数のボタン同時押しにもね、機能を割り当てることが可能です。例えば、このボタンとこのボタンを同時押しすると塗りつぶしとか、このボタンとこのボタンを同時押しすると左右反転とかね。この機能をうまく使えば、6つのキー、1つのノブ、そして1つのスクロールホイールしかないにもかかわらず、なんと50以上の操作が割り当て可能なんです。2つのモデルにも勝るとも劣らない圧倒的なカスタマイズ性。これはいい感じでしょ？ただ、それでもこう思う人はいるかもしれません。そうは言っても、普通のショートカットコントローラーでしょ？いくら安くなったとはいえ、片手デバイスに2万円は高すぎない？はい。わかります。僕もね、そのように思っていた時代がありました。でもね、それ完全に間違ってますよ。いや、片手デバイスって作業中ずーっと押し続けているので、結構ね、頻繁に壊れるんですよ。だからね、他のデバイス、もう何回買い替えたかわかりません。もう10回とか20回とか、結構ね、買い替えてるんですよね。いや、これ大げさじゃなくてね、そうすると、普通に数万円飛んでいきます。長く使ってるとね。でもね、ツアーボックス、僕何年も使ってるんですが、壊れたことね、ないんですよ。驚異の耐久力。しかもね、万が一壊れたとしても、1年間メーカー保証があるので安心です。それにね、良いツールを使えば、効率的なお絵描き体験が得られるっていうのもあります。効率的なお絵描き体験が得られるってことは、それだけ自分の成長に集中できます。安いからといってね、これでいいやって妥協すると、実際使ってみたら不便だったり、非効率的なデバイスだったりすることもあるんですが、そうするとね、確かに安くそのデバイスは手に入れられたかもしれませんが、結果的には作業パフォーマンスを思ったよりも向上させられなかったっていうこともたくさんあると思うんですよ。ほら、スポーツ選手って自分専用のトレーニング器具やカスタムされた靴を持っている人がほとんどだと思うんですが、絵描きにとってもそれは同じです。ちょっとね、高く感じるかもしれませんが、一度使ってみると、それだけの効率性を自分の体を通して感じられると思いますよ。使い方によって色々なモデルが用意されている。さあ、そして最後のおすすめポイントは、これまでも紹介してきたように、ツアーボックスはネオ、ライト、エリートの3種類が用意されているってことです。3種類あるので、自分の好みや用途に合わせて最適なモデルを選ぶことができますね。ここでは3つのモデル、それぞれどんな人におすすめかポイントの解説をします。まずは、ネオ。これはですね、いわゆる通常版です。有線で使用しますが、ボタンの数はエリートと同じ14個。入力方法が豊富なので、今まで紹介したように、いろいろなクリエイターさんに柔軟に対応できるデバイスと言えると思います。ツアーボックスの利便性、機能、その全てを余すことなく使いたい人は、このモデルが非常におすすめです。そしてエリートはこの中でも最上位モデルです。ネオとの違いは無線接続が可能なこと。Bluetooth 接続で机の上をすっきりまとめられますね。それと僕はエリートを使っていますが、なぜか理由を聞かれたらやっぱりね、これです。触覚フィードバック。これがエリートにしかついていない機能なんですね。ノブやホイールを回した時になるカリカリカリっていうこの音、指に返ってくるこの触覚。これがね、操作している気持ちよさを一段とアップしてくれるんですね。いやー気持ちいい。妥協のない創作体験が欲しいっていう人は、やっぱりエリート使ってみてほしいですね。そして今回紹介しているライトです。ライトは逆に、削ぎ落とされたシンプルさが売り。
いくらプロであっても、触覚フィードバックたくさんのボタンいや、もっとシンプルでいいから、軽量で安価なバージョン出してよっていう人も少なくないと思うんですね。それを実現してくれるのが、このツアーボックスライト。ボタンの数を少し抑えて、かつ優先接続にすることで、使いやすさを損なうことなく、軽量なボディを実現しています。これはこれでね、嬉しい人、たくさんいるんじゃないでしょうか。ボタンの数はそこまで多くなくていいから、安価で軽量なモデルが欲しいなっていう人は、ライトおすすめです。はい。ただね、ここまで聞いても、やっぱりこう思った人いると思うんですよ。便利なのは分かったんだけど、でも、慣れるまで時間かかるでしょ。あるいは、いやもう買ってもね、使いこなせなくて、結局使わなくなりそうなんだよな。はい。ちょっとここに関してはね、嘘偽りなくお伝えしちゃいますが、確かに、慣れる時間は必要です。僕はね、ツアーボックスエリートを使っているんですが、使い慣れるまでは、ちょっと時間かかりました。だいたい1週間ぐらいでしょうか。最初は思ったように右手と左手が連動しなくて、手元を見ながらね、ぎこちなく、これだったかなってね、操作していた時期がありました。でもそういう人でも、頑張ってね、なんとか1週間使い続けてみてほしいです。慣れてからはその期間が一瞬だったと思えるほど、操作がね、すごく便利で、早くできるようになったので、それだけの価値はあったなって、使い慣れた今になってみれば思います。ぜひね、素早い操作、そして楽しくお絵描きするために、ツアーボックスライト、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。といったところで、今回は株式会社ツアーボックスさんからのご提供で、ツアーボックスライトの紹介をしてきました。今回の動画を見て、気になる、検討したいという人は、概要欄の URL から商品情報をチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。